イドルオーディション。私が出るんですか？プロデューサー、本当に HIF で勝つ気なんですね。不思議です。プロデューサーに言われると何でもできる気がします。やりましょう。ニアに集まった人も金も私の可愛さで独り占めしちゃいますよ。まずは何をすればいいですか？教えてください、プロデューサー。はい。私たちニア対策のミーティングをしていたはずでは？なんで？またすぐそういうこと言う。プロデューサーですね。さあ、これから再始動していくぞってところなのに、すでに泣きそうなんですけど、どうしてくれるんですか？ぜひよろしくお願いします。本当に利息がなくなっちゃいました。ありなんですか？こんな魔法みたいな。またそうやって当たり前みたいに言う。プロデューサーとして当然の仕事を果たしたまでです。それ今後 NG ワードですからね。当たり前なんかじゃないですから。絶対10倍返しにしますから。トップアイドルにならないと一生かけても返せなさそうですけど、覚悟してくださいよね。少しじゃないですよ。給付型の奨学金と今後の収入を返済に当てなくてもよくなって、家計のアドバイスまでいただいて、あとは学費を稼ぐだけでよくて、すっごく心が軽くなりました。はい、任せてください。でもね、プロデューサー、うちの連中絶対プロデューサーのこと銀行の人だって思ってるよ。家族への紹介、そのうちやり直しますからね。さあ、私のメンタルが完全回復しましたよ。いざサクセス。次はどうしますか、プロデューサー。どれだろう。ごきげんよう、ことね。うわー、ジュー会長。セナでいいわ。私たちお友達でしょ。いや、恐れ多くて無理なんですけど。プロデューサー、どういうことですかこれ。あなたのプロデューサーが私に会いに来たの。それでいろいろ話をして、結論を言うと、この私があなたのプロデュースに協力することになったわ。プロデューサー、まずは彼女の誤解を解いてくれないかしら。
冗談だと思って断ったらお金とかを渡そうとしてきて、めっちゃ怪しくて。していたわ。それから教室に乗り込んできたり、バイト先にまで現れたり、私を手待ちしたりしていたわ。それは私じゃないわ。しかし、そうなんですか？え、マジで言ってます？ええ、そうよ、琴音。ようやく自覚したわ。私、スカウト下手だったのね。めちゃめちゃ下手でしたよ。誰がついていくんですか、あんなの。梅と美鈴と千奈。あいつらと一緒にしないでください。じゃあもしかして私が会長の誘いに乗ってたら。あなたのために私にできることなら何だってしていたわ。本当に今更だけれど、自力であなたの事情を知った時にはもうプロデューサーがあなたを救っていた。私にできたのはちょっとした宣伝くらい。会長、ごめんなさい。あなたが大変な時に気づいてあげられなくて。いえ、そんな。私の方こそすみませんでした。変な勘違いしちゃってたっていうか、会長のことすごく誤解してました。改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしく、琴音。ありがとう、プロデューサー。おかげで大きな誤解が解けたわ。新郎の原因話を戻すけれど、私と生徒会が琴音のプロデュースに協力することになったの。はい。生徒会メンバーとの合同プロモーション企画がメインだけれど、琴音、あなたにはしばらく私と一緒に行動してもらうわ。なんでですか？出張ってプロデューサーがですか？なら聞きませんけど、すぐ帰ってきますよね。わかりました。私待ってますから、なるべく早く帰ってきてくださいね、プロデューサー。会長、プロデューサーの出張について何か知ってますよね？私のことはセナと呼んでちょうだい、琴音。セナ会長。セナ。セナ先輩。まあいいでしょう。プロデューサーの出張についてだったわね。秘密よ。ずるいですよ。プロデューサーも言えないと言っていたでしょ。でもそう長く話したわけではないけれど、あなたのプロデューサーはすごい人よ。何せこの私に琴音を手に入れるのを諦めさせたのだもの。二人がどんな会話をしたのか怖くて聞けないんですけど。勝負をしたのよ。どちらがより藤田琴音を愛し導けるのか。聞いてないのに話し始めるし。やめてくださいよ。
中までは接戦だったのよ。プロデュースプランだって。だから聞きたくないですって。というかプロデューサーがすごいのなんて私が一番よく分かってますから。なら信じて待ちなさい。はい、そうします。私からも聞いていいかしら。プロデューサーの方針についてあなたはどう思っているの？方針って例のあれですよね。確かに琴音は私にとっての希望で、プリマステラの後継者候補、比類なき才と世界一の可愛さを誇る初星学園の救世主だけど、それはあくまで来年以降の話。今年ではないの。彼女の成長のためにならどんな協力も惜しまないけれど、勝利だけは譲れないわ。今年の初星学園を背負うのは私、獣王セナなのだから。あなたの考えがわからないわ。今の琴音に勝ち目はない。だからこそのニアへの参加なのでしょ。夏に私を倒す以外の手段で琴音の名を上げる手段、事前の策。さすがに私を低く見積もりすぎじゃないかしら。プロデューサーってば相変わらず私のことを好きすぎて目が曇ってんなーって。そうよね。だけど私プロデューサーを信じるって決めたんで、だから言わないの？獣王セナに勝ってみせると。いやー、重いんですよね。学園一のアイドルに勝てるビジョンが見えない？そうじゃないんです。本人を前にして言いづらいんですけども、私獣王セナの古参ファンなんで。初耳なのだけど。そりゃ隠してましたもん。古参って数年前とかじゃないですよ。ちっちゃいセナちゃんがテレビで踊ってた頃から知ってます。そう、あの仕事をみんな忘れているでしょうに。中等部時代何の忖度もなく下積みやらされてたのも見てきました。高等部に進学したセナ先輩が一気に駆け上がっていく姿も、すっごい先輩方を蹴散らしてプリマステラになるところも私ずっと見てきました。そう、空で輝くずっと前から獣王セナは私のスターでした。だからこれを言うの重いんです。すごく重くって怖いです。でも言いますね。私セナ先輩を倒してプリマステラになってみせます。なんて重い。彼女の境遇は。琴音がアイドルを目指したのは来年じゃダメなのね。セナ先輩卒業しちゃってもういないじゃないですか。受けて立つわ琴音。私の全てでプロデューサーの体現総合を現実にしてみなさい。はい、
なんでミーティングの場所がセナ先輩の部屋なんですかね。プロデューサーがいないと教室を使えないからよ。生徒会室でもよかったんじゃ。琴音は生徒会メンバーじゃないもの。公私混同はできないわ。生徒会をアイドル事務所化している人がなんか言ってる。ともあれ。いらっしゃい、琴音。ようこそ私の部屋へ。いちいち言動が不審なんだよな。さあ、どうぞ奥まで入ってちょうだい。なんで鍵閉めました？会長？なんですかこれ。ああ、見つかってしまったようね。それがお気に入りのアイドルグッズを語る祭壇よ。私のグッズばっかなんですけど。当然でしょ。当然じゃない。プロデューサー、やっぱり公開じゃなかったじゃねえの。私この家から無事に帰れんのかな。ちょうどいいわ。琴音、祭壇の台座からパックを取ってくれる？これっすか？なんかトレカの袋みたいな。生徒会主導で売り出しているグッズなの。それは第1弾、倉本千奈パック。ランダム封入されているアイドルの生写真をコレクションするもので、第3弾を藤田琴音パックにしようという企画が上がっているのよ。うわー、プロデューサーとセナ先輩が組むとこうなるんだ。今日のミーティングはこのグッズについての相談と、おお、モニターが出てきた。ニアで競い合うライバルたちについて説明するわ。映像に注目してちょうだい。琴音がニアの制覇を目指すにあたって最も大きな障害となるのは極月学園のアイドルたちよ。青井なでしこ、白草紫音。極月学園のトップがこの2人。ひとまずの優勝候補と言っていいわ。おお、セナ先輩ちょっとプロデューサーみたいっすね。そう嬉しいわ。説明を続けるわね。極月学園はかなりニアに力を入れていて、各メディアを使った強力なプロモーション施策を行っているの。初星学園をライバル視しているって噂は聞いてます。ええ、どうしても極月学園から優勝者を出したいんだね。いつもの手口なのだけど、容赦となるオーディションには精鋭を複数人送り込んでくるのよ。大々的なプロモーションで増やした極月学園のファンを引き連れてね。うわ、露骨。絶対勝てないじゃんそんなの。近々開催される公開オーディションカルテットはまさしく極月学園の巣窟、難攻不落の魔女と化していることでしょう。うわ、参加する人気の毒っすね。琴音、蹴散らしてきなさい。はあ？これはプロデューサーの意思でもあるの。プリマステラに追いつくんでしょ。せめてこのくらいはやってもらわなくちゃ話になれないわ。確認しますけど、そいつら優勝候補なんですよね。ええ、今のあなたと同格が1人、超格上が1人、加えて完全なアウェーでの勝負よ。適切な難易度の試練でしょ。おお、無茶ぶりしてくるやつが2人になった。いや、やってやりますよ、チクシャー。おかえりなさい、プロデューサー。遅いですよ。飛んで戻るって言ってたのに。
成果はあったよね。睨まないでちょうだい。分かっているわ。あら、何かしらこれは。はあ、藤田琴音ファンクラブの会員証。何ですかそれ。任せてちょうだい。非公式ファンクラブってなんすか。どういたしまして。私にとっても大きな収穫があったから。報酬は藤田琴音ファンクラブ幹部の地位。忘れていないわね。会員ナンバー2である私はいわば藤田琴音ちゃん卿の枢機卿といったところかしら。さっきから何の話をしてるんですか。そう、オーディションですよ。私が参加するカルテット。超アウェーだし、プロデューサーがなかなか帰ってこないから、ついさっきまですっごく不安だったんですからね。いつもながら信頼の眼差しが眩しい。もうちょい具体的に不安を晴らすようなコメントください。わけわかんない感じの褒め言葉が聞く。でも今回競い合うのって超格上ばっかりなんですよ。なんか勝てる気がしてきました。でも国月学院の精鋭がプロモーションで増やしたファンと共に集結してて、あなたたち毎回こんな恥ずかしい儀式をしているの？